俺はもうそこに行くと決めてたんですよね、卒業したら、もう入った時から、もう先生7人とかにこう説得されるみたいなことがひどいくらいあって、何なんだそのふざけた学校はと、勉強しろと、でいや俺は夢があるんだと、人間離れしたことをし始めるんですよね。目の前でこうそれを垣間見始めるわけですよ。こんな世界があるのか。例えば Hey everyone, welcome to the Heart Globe Podcast ホストのアリサです。このポッドキャストではゲストのストーリーや考え方をシェアしながら新しい気づきを得たりちょっとした人生のヒントになったりするようなそんな時間をお届けしています。今日は日本語でお届けする初めてのエピソードになります。ゲストには私と同じくロサンゼルスで活躍する俳優でありミュージシャンでありそして中国武術の師範であるゆうくんに来ていただいてます。ゆうくんようこそ。よろしくお願いしますなんかちょっと緊張してるけどもよろしくお願いします。全然リラックスしてもらってありがとうございますゆうくんとの出会いはロサンゼルスであれだよね、ショートフィルムを一緒に。あ、そうですね。デイトゥーナイトだ。そうです。そうです。あの時が初めてだ。ね、でそっから武術を教えてもらったりとか髪を切ってもらったりとかいろいろありましたね。ね、でなんか結構その特に私が髪を切って上げてる時とかになんかこう話をいろいろしたりとかするじゃん。でなんかその話の中とかで結構ゆうくんの考えとかいつも聞いててなんかこうすごい達観してるなっていつも思ってたし、なんか年齢で判断とかしたくないけど20代、ね、前半だけどすごい落ち着いててなんか考え方もすごいしっかりしてるなっていう。変人なんですよただの変人なんですよマジで変人なだけですマジでそうだから初めてのこの日本語でのエピソードにぴったりやな。ありがとうございます、こんな機会いただいて、来ていただきました。ありがとうございます。じゃあまずゆうくんのストーリーをシェアしてもらいたいんですけど、日本生まれ？はい、日本生まれ、日本育ちで東京です。出身は東京なんですけど、母親がブラジル人で、親父が日本人です、のハーフです。そうブラジルに住んだことは？住んだことはないですけど、母親の方の家族に会いにめっちゃ行ってました。ああ、そっかそっか。めっちゃいるんで、もうブラジル人のファミリーってもうほんと100人くらいいるんで、すごいビッグファミリー。そうです。もう行ってもみんなでわーみたいなパーティーして、それでいろんなおじさんとかおばさんとかに挨拶したりとかを子供の時からもうほんと2年に1回行ったりしてたんで、住んではないけどなんか、軽くあっちに長くいたのと一緒です、ね。家族がいればね。家族がいるんで。なるほど。でさっきそう紹介したように俳優さんであったり、ミュージシャンいや、いいっす、最高っす。ラッパーでありシンガーであり、だからミュージシャンってこう呼んだんだけど、でね、その格闘技中国武術もねやってて、わけわかんないっすよね。どれが一番最初にこうなんか始めたっていうか、ちっちゃい頃に。やっぱ一番最初に始めて、今でもやっぱメインなのは俳優です。アクション俳優が一応子供の時からの俺のメインの夢で、なるほど。本当にどんくらいだろうな、多分8歳くらいの時に、アクションスターがなんかこうアクションしてて映画で、で俺が本当8歳くらいの時にパパ俺こいつみたいになりたいんだよねって親父に言ったら、なんか親父が俺の前にあぐらかいて真面目な顔です。お前何やりたいんだ将来みたいな。俺8歳ですよ。8歳でこの人イカれてるわと思いながら、いやわかんないみたいな。でもこいつみたいになりたいんだっつったら、こいつはこれ本当のヒーローじゃなくて俳優なんだと。だから俳優って職業なんだと。お前はいろんなものをもし俳優になるっていうならかじっていかなきゃいけないんだぞと。でちゃんと勉強するんだみたいに言われて。で俺のおすすめは音楽を作ってミュージシャンになることだと。で親父は言ってくれて、あそうなんだと思いながら、子供なりに、こいつみたいになりたいんじゃんっつってそしたら分かったと、言ったからには責任持てよとか言って8歳の子供に親父が結構ガチな顔で言ってきて、でもそっからもう全部始まりました。そっから2人でも次の日くらいにアクロバットを習いに機械体操の教室に行って、でもうほんと申し込んで、お前真面目にやれよとか言われて、はいみたいなでそれやって、で12歳くらいの時に武術を始めて、ブルース・リーとかジャッキー・チェンみたいになりたかったんで始めて、でいろいろ勉強演技学校にその後行ったりとかして、本当に弾が詰まったらアメリカに行こうと思ってたんで、もう全部準備して
やっと準備が整ったねって時にうん金貯めてアメリカに来たっす。へえ、あ、じゃあもうその時からもう目標はハリウッドだったってこと？そうですね、もうその時からずっと子供の時からすごいもう文集とかもみんな「はみたいな「こいつバカじゃねえの?」みたいな感じでしたけど、俺はもうそれ掲げてたんでハリウッドスターになるとか言っていつも書いてて「ハリウッドスターって何なの?」とか言ってちょっと俺も分かんないけど、ねとりあえずなるとか、ね、アメリカ何それみたいな何それってもう雲の上の話すぎてだから来た時はでもすごいワクワクしましたね、やっぱりね。その目の前じゃないですか、その子供の時から夢のあれがもう目の前にこういてみたいな。アメリカしかも本当に有名な人と会ったりするじゃないですか、ちょっとしたら。でその真田さんとか一回お会いさせてもらったりとかした時に、ハリウッドやと思ってこれは俺の夢見てたとこだと思って、そうか、もう輝いて目こんなキラキラしながら、今もですけどね、変わらずもう目キラキラさせてるっすけど、すごいね。そんな感じですね。ってことはその格闘技を選ぶときに中国武術が最初から中国武術？そうです、中国武術を、まあそれも親父は一応中国武術オタクなんですよ。親父って喧嘩すごい好きな人で、もうやんちゃしてた人で、こんな言っていい、親父ごめんねこんなとこで暴露しちゃって、喧嘩ばっかしてたんだけどお話を聞いてるんですけどね、本当にタイマンみたいなの大好きな人で、でいろんな強いものをこう探し求めてたんですよ、親父は子供の時から。でも親父はちょっとこうやんちゃな道に行っちゃったから真面目にそういうことができなかったのを含めて本当に強いものを習ってほしいってなって、親父が本当子供の時から知ってたその中国で5本の指に入る宋育章老師っていうのがいるんですけど、その人が道場を高円寺に開いたってなって、もうすぐ親父が俺に「もうお前はあそこに行く」とか言って、もう俺は拒否権はなかったっす。勝手に誘われて勝手に習っても嫌いだったら言えと、プッシュはしないと、ただここが絶対いいってなって、そしたら知らないうちにもうめり込んじゃって、もう俺がもう先生たちがこうちょっと人間離れしたことをし始めるんですよね。目の前でこうそれを垣間見始めるわけですよ。こんな世界があるのか。例えば軽く説明、軽くパッて触ったら本当にその人がバタン倒れるとか。触れずに。いや触れて、でももう力とかじゃないんですよ。何かおかしいものが働いてて、北斗の拳みたいなやつ、あとワンイチパンチって多分わかると思うんですけど、ブルース・リーがやってたあれの本物のやつみたいなのをパッて触ったら本当にボーン人が吹っ飛ぶみたいなのをもう間近で子供ながらに、俺最初もうこんなん嘘だろと思ってたんで、先生となんかかかってったりする機会があったりとかして、先生が「いや倒していいよ、倒せるなら」とか言われて、師範の人にかかってってボコボコにされるみたいな、ここ本当の場所に来たと、親父に感謝しなきゃと思いながら、もうそこでも目キラキラさせて一生懸命やってたら、本当おかげさまで今はちょっとこう師範みたいなところまでいるんですけど、そうでも本当にお世話になりましたね。そうだからちょっとイカれた武術をやってたりするんですけど、アリサさんはねそうなんかねちょっとイカれた話してますもんね。レッスンさせてもらいながらちょっと話聞いたりとかしてて、私そういうなんか目に見えないもの、エネルギーとかそういうことをものを学ぶことすごい興味がすごい強いし、好きだから、なんだろう、疑いから入んないっていうか、いやそんなことありえないやろっていうよりも、そんな世界もあったりするかもしれないよねみたいなスタンスでいつも聞くようにはしてるから、覚えてるわ。めっちゃストレートでしたもんね、アリサさん。とにかく面白くて、その辺ってなんかそれってなんかその武術特有のものだと思う？なんか空手とかもさ、ちょっとこう気がどうのこうなんかこのなんだっけ、瓦やるやつとかもさ、そういう感じじゃん。いいんすかこのポッドキャストちょっとマイナーな格闘技の話になっちゃうけどいいですか？軽くね。その外科拳内科拳っていうのがあるんですよ。でうちの武術っていうのは内科拳って言って、内面から相手を攻めていく。筋肉とか骨は関係ないです。だからサイズとかも関係ないんですよ。戦争の時にこうあれされた技術なんで、どれだけ早く確実に相手をするかっていう技術と、空手とかって外科拳って言ってどっちかというとスポーツに向いてて、外から相手を壊すんで、力とパンチの力とかも、スピード、握力、筋力、重さとかで決まってくるんで、大きい人には勝てないんですよね。よっぽどなことがないと。うちらは違うようなその木を、この間説明した木っていうものを使いながらも、自分たちの筋力も使うんですけど、ちょっとこう大地の
重力とかもこう使いながらアタックするんで、そこが違うとこなのが一個と、多分空手とかも気を使ってるんですよ。スピリチュアル的なエネルギー使ってるんですけども、それを細かく細分化して、なんでこういうことが起きて、どうやってそれを使うかっていうのを言ってるのは多分中国武術だけですね。へー。すごい本当に頭がいい人が、下の人もこう噛み砕けるように。空手とかって結構絶伝してしまってて、そういう部分。やっぱり、なんだろう、スポーツとかが、そう、流派によってもそうなんですけど、あとスポーツ化してくる流れが多いんで、あんまりいらないんですよね、そういう技術。相手の別にマインドを読んでとかね、そんな必要ないんで、ちゃんとラウンドが決まってて、パンチしちゃダメなところが決まっててっていう安全な戦いになってきてるから、そっか。そんなに必要がなくなって絶伝しちゃってる。なるほど。っていうのが多分違うかな。とか。そうそう、寸止めとかもそうじゃないですか。一応実践に近いんですけど、やっぱりそこにこう殺気がない、本当に人を殺す時の人の戦いと、スポーツでこうね、どっちが勝つかっていう戦いとは全く違うので、そこが違いかなとは思うんですけどね。ちょっとね、マニアックな部分になってきちゃうんですけど。奥が深い、そう。そうですよね。やっぱすごい深いです。やっぱ習っていけば習っていくほど、自分のことも理解し始めるんで、こう人間のことがすっごい理解していく。俺パーソナルトレーナーみたいなのやったりするんですけど、やっぱりそういうのにもその武術のノレッジと技術がちょっとこう生きてきたというか、やっぱ人の体のことをすごい細分化して分かってくるんで、今この人はこう感じてるからこういうことが起きてるんだなみたいなのが、もう本当気違いのようにこう分析できちゃうみたいな、すごい深い技術ですね。すごい深い。すごい。でもそんぐらいちっちゃい頃からね、習ってるからで経験してるから、そこまでこう理解してるところもあるのかな。まあでもやっぱ真面目に長くやってればだと思います。別に若いとかは多分、まあでも固定概念がつく前にやってたっていうのもあるのかもしれないですけどね。何もわかんない状態で、なんかうちの道場によく来るのはボクシングとか空手のそのコンペティションみたいなのとか、結構有名なチャンピオンとかがうちの道場に来ても、やっぱり概念が違うんで相手を攻撃する。だから余計難しいみたいで、そういうのを最初に習ってるベースがある人に、俺はもう真っ白だったんで、なるほど。もう映画で見た格闘技しか知らなかったんで、もうぶっ飛ばしたいみたいな状態からその武術で相手を倒すってものをこう習ったから、まあ浸透しやすかったのかもしれないですけどね、俺にとって。じゃあちょっとそのストーリーに戻ろうと思うんだけど、なんかそのアクター、俳優やりたいとか、その武術やりながらそうやって目指してる中でさ、なんかこう周りの意見にこう惑わされるじゃないけど、そういうので大変な思いしたこととかはあったりする？ありますね。いっぱいありますね。なんかやっぱ日本ってそういうの結構固定概念強めじゃないですか。で、まあみんなの視野もまあ狭いのもあるし、まあそれがね、ちゃんと例えば家族を持ちたいとかだったら、そんなことしてる場合じゃなくて、やっぱちゃんとした会社に働いてみたいなのが強い国だったから、俺は子供の時からそんなことばっか言ってたし、高校に行った時が一番やっぱりひどくて、そういうのがやっぱり進学校に入っちゃったんですよ。英語を学びたかったんで、その私立のその結構大学に行く率が高いみたいな学校に俺だけ入って、で周りはみんな超頭良くてもう大学決まっててみたいな中で、俺はその演技学校があるんですけど、名前を出していいかわかんない、アップスアカデミーっていう演技学校があって、俺はもうそこに行くと決めてたんですよね、卒業したら。もう入った時から。でそれを先生とかに言ってると、その何なんだそのふざけた学校はと、勉強しろと。でいや俺は夢があるんだと。でも何回もそれで残されて、もう先生7人とかにこう説得されるみたいなことがひどいくらいあって、ちょっとさすがに大変でしたね。なんかお前何になりたいんだみたいな言って、こっちはもう100決まってるんで、いやお前らに言う必要ないと、こっちも反抗的になっちゃうじゃないですか、そうあっちがこう威圧的だから、お前らに言う必要ないと、なんかいやお前何も考えてないだろみたいな感じで、何その夢物語言ってるんだと。でも上から押し付けて俳優になりたいっていう。そう俳優、そうでそんなふざけたこと言ってないで、もう地に足つけて勉強しろと。いや俺はそれになるための勉強今で終わってしてるんでみたいな、あなたたちは分からないでしょみたいな。で遊んでるやっぱ遊んでるように見えるんですよ、毎回どこに行っても。俺はもう遊んでるイメージが強いみたい、みんな。そうだけど、まあ一応やることは俺やる人なんで、ずっと本当に忙しくしてて、そのアメリカに来るためにいろんなものを整えてたんで、
その中でそういうこと言われるとやっぱこっちもカチンときちゃうじゃないですか。でももう先生とは毎回バチってて、でもおかげさまで友達たちがこうね、結構理解があったりとか、まあ好かれるようなねあれだったんで、みんなやっぱ頑張ろうみたいな、頑張れよ、アメリカ行ったら頑張ってくれよみたいに言ってくれてたんですけど、やっぱその先生、会うところ先生たちがやっぱ理解してくれない人は理解してくれなくて大変でした。しかもブラジル人のハーフだとかいうのもあったりして、中学で一番ひどかったのはハーフだけ体罰を振るっていうよくわかんないことが起きてて。他にもハーフの子はいた？小学校か、中学じゃなくて小学校。そう、2人3人くらいいたんですよ。でフィリピン人の子2人と俺と、まあ俺らのグループもまあいいグループじゃなかったからあれだけど、体罰は良くないじゃないですか。でやっぱり話を聞くと俺らにだけ結構ひどく当たってるみたいなのがあったりとか、差別や。差別で中学に入るとやっぱ何か起きるともうね、森田君のせいだと、ゆう君のせいだと、俺のせいになっちゃうみたいな、なんも俺本当に100触れてもない案件みたいなのが全部俺のせいになっちゃうみたいな俺も一回ひどかったのが、学校に着いて朝礼で立ってはい、おはようございますって言って、今日も一日頑張りましょうって言われた瞬間、はい、森田来い、個室って言われて、俺そっから1時間目から6時間目まで授業受けなかったっていう日があって、ずっともう尋問す。なんか知ってるかこの件、その件とか言って、いや知らん、俺いなかったんで、みたいな。いや、お前何してたんだ、何時何分みたいな。もう警察みたいな。困っちゃって、この人たち犯人探し好きやなと思いながら、俺じゃないんだけどな、みたいな。大変でした。そういうのはすごく大変。目立つ学生ってちょっとにありきりっていうか。そうですね。なんか私もちょっとあった。目立ちそうですもんね。目立つっていうか背が高いからさ。はい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 。まず背が高くて、まあそれが大きいんだろうね。だから部活とか入っても一番にこうなんか目つけられるけど、なんか昼休みに急に一個上の先輩に階段に呼び出されて、だる。なんか呼び出しカルチャーあるじゃん。あります。中学校すぐ呼び出す。呼び出されて何も言われずにこう耳をこう見られたの、チェックこうされたの。まあピアスが開いてないか確認したかっただけっぽいんだけど、やば。なんかどこからそのアイデアが来たのかアリさんってピアス開けてるらしいよとかそういう話になったのか知らんけど、それで終了。OK みたいな感じで終わりっすか？終わり。その後の別に何も話しても時間返せよ。呼び出しの時間返せよ。せめてなんか大事なことしろよ。最悪じゃないですか。まあこのぐらい全然ね他の人に比べたら。いやでもありますよね。けどなんかねあるよねそういうの。先輩とかもひどかったっす俺も。本当にまあリンチまでとはいかないけど、結構ぶっ飛ばされたりとかしたこともありますね。ただ俺が発端はなんかそれこそ母さんの血が入ってるから俺カーリーヘアじゃないですか。くせ毛じゃないですか。でプラスでブラジルに行くと焦げちゃうんですよ、太陽が強すぎて。だから金髪になっちゃうんですよ。で戻ってきた時に「なんでお前髪染めてんだ」と「調子乗ってんなあいつ」ってなっても先輩に長命つけられちゃうみたいな。こいつらめんどくさみたいな。そうだ、それも含めて武術習い始めたのもありました。ひどかったんで、そうなんか絡まれたりしたらぶっ飛ばせるくらい力があれば喧嘩もしなくなるんですよね。だからそれも含めてやってたのもありますね。なるほどなるほど。そうお父さんのサポートも大きいのかもね。いや大きいです。お父さんとお母さんの。親父と母親のおかげですね。本当にすべてもう頭上がんないです。親父と母親にはもう頭上がんないです。じゃあそのミュージシャンとしてなんだけど、最初は何から始めた？確かにですよね。どっから始めたみたいなのあります。そうな、音楽か。音楽は俺めっちゃ音楽好きで、子供の時から。でも超音楽が好きで、特に洋楽が好きだったんですよ。で本当に恥ずかしいけどジャスティン・ビーバーとか聴きまくってて、でうわいいなと思って、でなんかある日、ちょっとこれまたスピリチュアルチックな話になるんですけど、これ嘘じゃない。音楽をやりたくて仕方ない時にコロナにちょうど入ったんですよ。で役者の学校とかもちょっと休校になってやることがなくなったんですよね。もうコロナでパーン全部止まって、何しようかってなった時に音楽ガチで始めてみようって思ったんですよ。でいろいろ調べてたら俺好きなことに関してのその調べるなんか
レベルとかえぐいんですよ。超調べちゃうみたいな。でビートがそうリサーチがすごくて、でビートが必要だってなったんですよ。でビートなんか俺作れねえってなって、どうしようと思ってとりあえずその日寝た時に、夢で友達が高校の友達がいて、その子が夢に出てきて、俺ビート作ってるよって言って、3個あげるよって俺にくれる夢だったんですよ。でうわマジでとか言って起きて、俺も何考えたか分かんないけど起きてすぐ連絡したんですよ、その子に。ビートって作ってたりする？みたいな。そしたら「あ俺作ってるよ」みたいな。3つあげるよって言って3つもらってっていう。で俺嘘でしょみたいな。俺夢見たんだけどこれみたいに言ったら「またまた」みたいな。いいよ普通にやるよみたいな。でそいつと初めてだからそいつのビートで自分の声を乗せてみて作って音楽で楽しいってなって、で YouTube をやってたんですよね、軽く。なんかこうちょっとおふざけ YouTube みたいな、そこで音楽も載せ始めたら地元ではこうみんな聴いてくれるみたいになって、これ楽しいなってなって、そっからですね、もうそっからずっと始めたって感じです。シンガーそれともラッパーとして最初はヒップホップでした。やっぱり周りに幼なじみとかがラッパーで結構有名な子たちがいっぱいいたんですよ。本当に一緒に育ったみたいな子たちが有名になってて、ヒップホップでテレビとか出たりしてて、その中でサイファーとかをよくやってた。サイファーってその一日の愚痴をラップにして言うみたいな、みんなで本当今ビート流して歌い始める。そうそう、フリースタイルで、それもあってそのビートもらった時にじゃあヒップホップしようってなって、ヒップホップから始めました、最初は。だけどそのうちやっぱ音楽性をこう突き詰めていくと、なんだろう、やっぱりいろいろ遊びたくなるんですよね、音の上で。そうなってくると音楽になってきて、今はもう全部やるみたいな。やっぱ音楽全部好きなんで、今は歌ったりヒップホップしたり、ヒップホップと歌一緒に入れたりとかいろいろし始めてって感じですけど。なるほど。なんかその夢の話に戻るんだけどさ、なんかそういうことが起こるとさ、なんかサインなんだって思っちゃう。なんかなるほどね。やれってことかって思うタイプ。確かに確かに。まあ偶然だとしても、偶然ないって言いますからね、この世の中は。偶然って必然みたいなね。そうそう言うからね。だと思います俺も。なんかそういうさ、科学で証明できないこととかってさ、なんかこう何が正解か分かんないみたいな世界って、自分にとってプラスになることを信じればいいと思っちゃうタイプ。間違いない。いやでも夢とかもさ、間違えてないと思いますよね。なんか無駄にポジティブに捉えたいタイプ。いやでもなんかまたこれもなんか本かなんかで読んだんですけど、まあ俺もアーティストとしてやっぱやっていくと、自分のメンタルは自分でケアしなきゃいけなくなってくるじゃないですか。いろんなものがねできたりできなかったりとか、現実を見始めたりするから。でその中で俺もいろいろこう自分のメンタルを支えるためにこう調べたり本買ったりしてた時に、読んですごく印象深かった2つの言葉があって、ブッダ様の言葉で、この世の中には自分しかいなくて、オピニオンとかジャッジメントも全部自分がしてる、いい悪いとかも全部自分がただ頭の中でしてるから、それで自分でジャッジするから、その人が自分をジャッジしてると思い込んでしまう。だから今アリサさんが言ったみたいに、自分で自分のことを認めちゃえさえすれば、みんなが自分を認めてくれるっていう、その一人っていう概念、この世の中にって思ったのが、うわーと思って、もう周りの目なんかマジで関係ないんだなみたいな。俺はもうその時からもう結構スイッチをオンにできたんですよね、自分なりに。こうその時にそのあれを読んだ時に。でもう一つのが面白いなと思ったのが、そのまあこれは本当に結構ぶっ飛んだ説なんですけど、誰が言ってたっていうのは忘れちゃったんですけど、その過去現在未来ってこう時間が進んでいくっていうじゃないですか。あれって時間を浪費するためのフェイクらしくて、本当は未来から現在に物事が進んできて、それが過去に流れていくっていう形らしいんですよ、時間って。それって名前ある？その理論の。いや覚えてないな。覚えてないけど結構言う、なんかたまに言うんですよね。で昔の日本人とかはそれを信仰してたみたいなんですけど。昔ってどのぐらい昔だと思う？どれだろう、江戸時代ぐらいなんじゃないですか。なんか時計が結構最近で、時計が針が動くんじゃなくて、プレートが動いてたらしいんですよね。聞いたことある。聞いたことありますか？そうだからそのもう昔の日本人はどっかサブコンシャスネス的に、無意識的にその時間が流れてくるっていうのを知ってた。なるほど。そうで、それ
があれだ、孫正義さんが言ってたんだ。へ社長のソフトバンクかなんかの、うんあの人が演説の時に、時間が一番大事なものだってとこから始まって、要するに、で、その人が言ってたのが、誰がその未来からの時間を流してると思う？自分自身なんだよって言うんですよ。だからこの人生を一回終わった自分が、自分の人生にサインを、だから虫の知らせとか、何かある前に何かあったりするじゃないですか、サインが。それこそアリサさんが今言ったサイン。そういうのは自分が、もう人生終わった自分が、その4次元くらいのところから多分自分の人生を見てて、こういろいろ落としてくれてる。だから必然なんですよね。これやで。そうそう。時間をこう流し、だから自分がなんか、マルチユニバース的な考えになるんですけど、どの自分に自分をアクセスするかで、そのサインが変わってくる。なるほど。そう。ってことは、その一回完成した人生は何個かあって、そうです。もう無限個あるらしいですけど。自分の意識によってどこの自分にアクセスするかが変わってて、その未来の自分がサインを送ってる。そうです。だから、自分が神説っていうのはある意味あってて、プラスでポジティブで言いましょうみたいな流れが強いのは多分そういうことなんじゃないかなと俺は思ったんですよね。だそのポジティブな未来線の自分に、ただそのね、周波数みたいなのをコネクトさえすれば、そこからいろんなサインが来て、あとは目の前のことをこう綺麗にもう一生懸命毎回やってれば、いろんなものがこう進んでいくんじゃないかって俺は思うし。なんかその仏教、そのブッダ様の言ったそういうこととかもそうなのかもしれないけど、他のさ、例えば引き寄せの法則とか、あと量子力学とかもその要素がなんかこう入ってるっていうか、それってこういうことみたいな、なんかこう通ずるものがあるっていうかさ、その自分のエネルギーバイブレーションみたいな周波数的周なね。波数はもう物理学的にも存在するものだ。そうですよね。でその周波数によって同じような周波数を引きつけるってそうですよね。話だとそれってそういうことだよね。ことですよね、きっとね。物理的に言うと。そう面白いなって思って、いろんなものをこうね探ってた時があったんで俺も。でまあ夢が大きい分やっぱ人とは違うことも使っていかなきゃいけないじゃないですか。ってなった時にいろいろこう探った時に、まあいろいろこうコネクトする場所があって、自分の武術の木のものと、そのブッダ様が唱えてるそのなんだろう考えと、まあそういう引き寄せ的な考えにこういろんなリンクする場所がこう見えてきて、面白いこれと思って、本当にそういうの勉強するのめっちゃ好きで、おもろいっすよね。いろいろ勉強したらこう全く違う、ここでつながるわけないみたいな人がそう同じこと言ってたりするんですよ。マジでそれが面白くて、そういうのずっとこう学んでいくとなんかこうもっと信憑性が湧くっていうか、自分の中でなんか一個その例えば動画だけ見て聞いてたら、でもそれってこう考えたらなんかメイクセンスしなくないとか、そういうの考えとか浮かんでくるじゃん。でもそういう似たようなことを話してる人の何回も何回も違うところから聞いてたりすると、いろんなとこから共通点が見えてくるっていうか、見えてくる。ああそういうことなのか。多分みんな本当にもう多分何でもですけど突き詰めたら一個なんでしょうね、答えは。俺はそう思います。なんなら私、これはこう反対意見ある人絶対いると思うけど、宗教とかもなんかこう、私宗教どの宗教ですっていうタイプでもないから何かを一個すごい勉強したとかではないんだけど、なんかこう辿っていったらその神っていうものは一個のものなんじゃないか説。いや俺も絶対そう思いますね。宇宙でね。いや俺も思いますわ。俺もそれは超賛成します。個数としても表現できないかもしれないけど、なんかね、そうもしかしたら一個であり全てであるみたいな、そういう概念かもしれないけど、何か大雑把に絶対一個ありますよね、何かがね。でそれを勝手に人間たちがこう取って神はこれだあれだって言ってるけど、悟った人がねそれを教えてそうっていうこともあるんじゃないかなって思ったりする。何のポッドキャストですか？間違いない。大丈夫ですか？なんか俺この髪の毛もあってなんか俺宗教家みたいになってない？大丈夫？俺やってないですからね宗教。でも宗教があるわけではないんだよね。ないっす。俺は母さんは多分カトリックですけどね。でもそんな強いこういう信仰とかはなんかこうやったりとかはしないですけど、でも大雑把に
神様を信じてて、はいはい、我々の家族は。うん、で俺がまたこれもまあでも俺の話はいいのか全然俺俺の話はいいのかこれもあんまりシェアとかしたことないんですけど、俺の母さんが妊娠した時に、俺のことを妊娠した時に、その前に一人子供を失ってるんですよ、俺の前に。で俺で妊娠する前にドクターの人にもうがんなので、子宮がんなので、3年は子供産めないし、もしかしたらこの先子供産めなくなっちゃうかもしれませんって言われちゃったんですよね。でああみたいになって、ブラジルにそのまま遊びに行ったんですよ、母さん。その後すぐもうがっかりじゃないですか。だからちょっとリフレッシュみたいな、そしたらブラジルでつわりが始まって、で母さんの母さん、俺のおばあちゃんが、あなた妊娠してるわよって、いやありえないと、That's impossible、言われたばっかだと医者に。でいやでも妊娠してる、私わかるからって。その昔いやでも昔の人ってすぐわかるらしいんですよ顔とか見て。なかったから、そういう機械とかそういうのがなかったから、鼻がどうのとか感覚が研ぎ澄まされてるみたいで、ブラジルなんか特にそういうのいっぱいあって、でおばあちゃんがもうあなた妊娠してるから今すぐ病院行きなさいって言って、病院行ったら俺に妊娠してて、母さんが妊娠してて、俺のでありえないと、でもしこの妊娠がうまくいったら神の子だねってなったんですよ、話のなんか家族全員でその噂話みたいになったんですよ。ありえないから、もうこの剣みたいなの持ってたみたいで、そのもうもうあなたは妊娠できませんよみたいな、気をつけてくださいみたいなね、医者からのこういうの持ってたみたいで、それくらい母さん言われちゃってたんですよね。でそれで母さんが教会に行って、マリア様の教会がブラジルにはあるんですよ。で神様っていうよりかは守護天使様みたいな形で、マリア様をこうみんなで拝むみたいな宗教があるんですけど、そこに行ってもしこの子が私の子になるんだったらあなたにあげますと、これはマリア様の子になりますからっていう約束を本当に紙にこう書いてお願い事できる場があるんですけど、それを母さんが書いて、でもしこの子が私の子にならないんだったら早めに下ろしてくださいと、もう同じような気持ちになりたくないからって、もう失ってたんでって言って手紙を入れて、でもういいや、なるようになれって言っていろいろ楽しんで遊んで日本帰ってきて、俺の出産日が11月39、29だったっていう話で、オッケーまだあるねなんて言ってたら、そのマリア様の日にちが10月12日なんですよ。マリア様日にち？その宗教の、マリア様の宗教が始まった日にちなのか、マリア様の誕生日が10月12日なのか、とりあえず10月12日になるとみんなでこうそのマリア様をみんなでセレブレーションする日なんですよ。その出産予定日が11月29だったのに、突然俺の親父と大喧嘩とかして10月12日に俺が生まれるっていう。そのマリア様が答えを言ってるように、わかりましたよ、この子私にくださいね、その代わり無事に産ませますよってなったように、10月12日にの10時、朝の10時にきっかりに俺が生まれるっていう奇跡が起きたもんだから、もう家族みんなでそれはちょっともう本当に助けてもらってるねっていう話になって、健康に無事、もう健康だし、俺まあわかんない、頭はちょっとおかしいかもしれないけどネジはどっか取れて生まれてきてるかもしれないけど、おかげさまで体は無事に自然の全部ちゃんと揃って生まれてきて、もう母さんタトゥーとか彫ってその後とかね、で俺もお守りあるんですけど、これがそういつも守ってもらえるように、俺はすごくなんだろう、奇跡だと思うんで、このそうそれがあって、ちょっと家族ではその宗教じゃないけどやっぱりマリア様は絶対私たちは守ってくれてるわよみたいな感じで、母さんがお祈りとかはしてる。俺も毎日お祈りとかはしてます。守ってくれてると思う。そうですね、すごいね。本当に毎回その事故ったんですよ。こんな話していいのかわかんないけど、本当に一昨日くらいに事故ってその時も本当言い方悪いですね、悪い言い方じゃないけど最小限に済んでいろんなことが、害がねそう害がね、俺も怪我しなかったし人も引かなかったし、車と車だけだったし、その人ともこう喧嘩も揉め事もなくっていうのは、やっぱいろいろそういう不幸の中でも毎回本当に最低限に物事が収まるようにやっぱり守ってくれてるんじゃないかなと俺は思います。すごく信じてます。わかるわかる。なんか私いつも思うんだけど、なんかこうアクシデントとか事故とか怪我とかそういうネガティブな、パッと見たらネガティブな出来事が起こった時って、ただネガティブな風に捉えるんじゃなくて、でも例えば生きててラッキーだったなとか、なんか私も背骨折ったことが
ある。背骨折っ言ったこたんですか？とないっけ？言ったことないっす。腰の骨、腰椎の2番目折ったことあるんだけど、こういったってことです圧か？迫骨折、背骨ってこうじゃん。どうやって圧迫したんですか、そこ。上ちょっと高いとこから落ちて、お尻から着地して、やば。すんごい尻餅みたいなはいはい。感じになって、まあ折ったんだけど、もうちょっとひどかったら下半身不随になってた。ですよね。そう。でも骨だけで済んで、骨のその前らへんがぶって潰れたぐらいで、神経までは行ってなかったというか、めっちゃラッキーじゃないですか。なかったから、それがアメリカに行く前、アメリカに行くためのビザの面接の前の日だった。待って、違う。子供の時とかじゃなかったんですね。20代。なんで20代。どうやったらそんな高いとこから尻餅つく状況にたどり着くんですか、20代で。俺でもあんまないけど。めっちゃおもろいな。ちょっと話は長くなるからまた次の機はい。めっちゃおもろい。めっちゃ知りたいっすわ、今。まあいいや。それはいいや。そう、20代でアメリカに行くって決めて、ビザ面接の前の日とかやって、そこから3週間入院とかして。何をやってんすか？で、聞いたらなんか、散々だったねって私も思うんだけど、でも不幸中の幸いだったね。車椅子にならなくてよかった。間違いない。その前の年にお父さん亡くなってるんだけど、うわ、まあ、お父さんが守ってくれたのかなみたいな。間違いないって思ったりとか。今言った瞬間ライト消えましたからね。今お父さんって言った瞬間多分見てます。お父さんいるわ、お父さんいる。すいません。こんなわけわかんないやつと一緒にまだお盆からまだいるのかいるかもしれない。アメリカそういうのないしな、あんまり。あれってでもなんかお盆って仏教の考え方なのかな？ですよね、多分。それか神道なのかな、日本のやつなのかな。仏教じゃない？仏教か、仏教か。織姫彦星みたいな。なんかメキシコのカルチャーだったらあるけどね、似たようなやつ。はい。シンコデマエオ？多分死者が帰ってくるやつ。リメンバーミーの映画が多分それのことですよね、きっとね。ね、そういう概念はねあるのかもしれないけど。確かに。ね。いや、俺は信じますね。すごく。なんかそれがでも全人類に当てはまってるとしたらなんかもったいないと思っちゃう。思うんですね。そのお盆のこと知らない人。多分みんな多分守られてて、みんなそれを受け入れれば受け入れるのに多分みんな閉めちゃってるんでしょうね。頭のみんながみんな守られてると思うんですよ、何かしらに。人間っていうものは全てこの世にいる全員が多分そういう状況にあるのにもかかわらず、例えば俺が事故ってこの A さんが事故ったのと俺が事故るのとでは、例えば俺とかアリサさんだったら、事故の中でも良かったとこに目を向けるじゃないですか。で感謝をするじゃないですか。だけど、A さんがいたとしたら A さんはダメな部分にばっかフォーカスして、なんで私だけっていうその気持ちのほんとちょっとした違いで、多分そういうものをこう引きつけるか引きつけないかって多分全然変わってくるのかなと思うんですよね。そこが違いなのかなと。だからみんな信じましょう。ポジティブに絶対何か守ってくれてるからね、あなたたちのことを。俺らも含めて。でもなんか陰と陽みたいにネガティブなことも大事ではないけど、なんかこうそれによってバランスが保てるみたいな。間違いない。だからネガティブになることがダメ、一切ダメ、ポジティブにならなきゃとかじゃなくて、なんかその中でもね、ネガティブな感情が出てきたら一回それをリリースして、泣くんだったら一回とりあえずめっちゃ泣いて、間違いない。出し切ったら絶対落ち着くと私は思うタイプ。波ですからね、全てね。多分ネガティブな時が来て、それを抑えたら抑えた分だけポジティブにいかないで、またネガティブなね、だそこもうアリサさんが言った通り、もうネガティブな時はネガティブ、ポジティブな時はポジティブになるか、ピーになるかどっちかですよね。しかもネガティブがあるからポジティブのありがたさも分かる余しね。計に上がるっていうか、ありがたいなっていう気持ちが間違いない、生まれるっていうのもあると思うしね。なんかこう深い話になってしまうけどどうしてもどうやったら収集つくんですかこれ。ちょっと中国武術の話に戻っちゃうんだけど、そういう考え方ってあったりする？そこら辺に通ずる考え方。あります。やっぱり相手と、戦うって時に、多分宮本武蔵とかも確かなんか書伝かなんかに書いてるんですけど、本当の殺し合いの時って、気持ちが動いたら負けなんですよ。だから
世の中に2種類あるらしいんですけど、その振り子って言って我々のエネルギーが心のエネルギーがあるとしてそれを振り子だと考えるんですけど、その振り子を揺らしてポジティブにいってめっちゃポジティブ感じて幸せ感じて、その代わりネガティブの時はめっちゃネガティブを感じてっていう人と、それが一応東洋的な思想らしいんです。西洋かアメリカとか外国の思想らしいんですけど、で東洋の中国とかうちの武術とかもそうなんですけど、瞑想とかをしてその振り子が揺れないようにする。自分の気持ちはもうあくまでも一定だから、いい面で言うと悪いことがあってもそれを流せる、執着しない、そういう悪いことに、悪いことがあったからまたいいことがあるなっていう気持ちでいるから、自分の振り子はあくまで動かない。その代わりいいことがあった時に、いいことも結構スルッと流れてっちゃうっていう、その千人道っていうのをこう読んだりすると出てくると思うんですけど、千人になればなるほどその振り子が動かなくなってくるんですよ。で武術をやればやるほどそうなってくるんですよ。だから相手と戦う時に一切動かない、気持ちとか精神が揺るがないっていうのを目指してるとちょっとつまんなくなってくるんですよね、人生が。ある意味その代わりブッダ様とかはそれを極めた人だけどね、だからあの人は全て幻覚だと、全て幻想だと、全部本物じゃないと、だからずっと瞑想して老けてられるわけですよね。気持ちが動かないから全く。で人間っていうのはその気持ちが動いて楽しみを感じたり嫌なことを感じたりって、人によると思うんですけど、俺らは戦うってなった時はそれが起きた瞬間もう弱みになっちゃうんで、それがこっちに行こうかなしようかなとか考えた瞬間もうそれでもう負けだっていう考えがあるんですよね。結構剣術とかやってる人とかだったら多分そうなるし、武術もそういうとこがあるんですけど、我々がやってる。だから難しいですよね、そのどっち、人によるっすけど、でもちょっとつまんなくなっちゃう。でもスキルだよねそれって。スキルっちゃスキルですね。どれだけ気持ちを自分でコントロールできるかっていうところになるんで、いい面もあるけど。ブレずに精神を保ちながら戦ってて、どういうふうに考えずに戦うってこと？そうですそうです。練習をどれだけしてるかが実戦に出てくる。だから実戦で考えて動いてる間はまだ甘いっていうことになっちゃって、要するに練習でこうやった動きがもうほんと無にして、動物とかが近いですね。そのパッてオートマティックに反射的に動いちゃった時にその練習の動きがパッて出て相手が死んでるみたいなのがうちの武術のその最高地点だっていう話は聞いたことあるかな。俺の先生とかもっと知ってるんで適当なこと言ってたらすみません。でも今んところ俺はそういうのは体が勝手にこう動くみたいな感じ？そうですそうです。脳みそから体に命令放った時に何秒とかかかるんですよね。0. 何コンマみたいなかかるんですけど、その時間を省けるんですよ。なるほど。だから命令を出さないで体が勝手に動く。すごい。それこそ木みたいなのをこう自分のセーフティーゾーンみたいに貼っとくと、そこに何かが入ったりすると、バッて体が反応する。だからすっごくある意味センシティブであり、ある意味すっごくディフェンシブであり、本当に陰と陽が完全に合致した状態みたいなのを完成させることができると、そういう境地に俺も何回か練習中にこう感じたり、こんな感じなんだろうなっていう感じたりはしたことありますね。本当に無の境地みたいなのになると、空気とかそういう自然と一体化してくるみたいな部分が面白いです。またぶっ飛んだ話になる。武術になったらそれがスキルなんだろうけど、こう日常生活で俺はこうありたいなとかはある？ブレない魂でいたいのか、それとも全部完全に感じていきたいのか。面白いかも。なるほど。私は今自分でそれ考えてた。そうですよね。俺も多分アメリカに来る前は、俺はもう完全にその武術にのめり込んでたのもあって、仙人道を言ってたんで、どんどん感情がなくなってくるんですよ。だから無に本当に近づいてくる。だけどアメリカに来て、多分アメリカのそういう俺の友達とかそういうのがアメリカ人とかだとやっぱ違うじゃないですか。みんな感情表現が豊かで、好きなものは好きって言って嫌いなものは嫌いみたいなのが、俺は結構子供の時から魅力的だったから、それがもうアメリカ来る前はこんなだったんですけど、来てから動き始めましたね、ちょっと気持ちが。だけどそれをコントロール
やっぱできたりするのは武術のこの P があるからだけどね、へーコントロールできなくなっちゃうとうん結局例えば変な話ね、車が事故って事故ったのとうんペンをなくしたっていうのと、もう普通に見たらペンなくした方が絶対いいみたいなのあるけど、武術のそういう概念からすると一緒らしいんですよ。ほ何事も全部一緒。はいはい、それを大きい小さいってスキルアップするのも自分次第。なるほど。だから心がこう動きすぎてると、うん本当にちょっとしたことでもあーってなっちゃったりするから、うんそれをコントロールしなきゃいけないですよねみたいなのが多分ブッダ様が言ってることなんですけど、うんそういうのはすごく助かってますね。武術やってたからなるほどなるほど。近いんで、ちょっとそういうものにへーだから分かったりするんですよね。今、うんちょっと触れすぎてるなとかはいはいはいあったりすると、そこをああ、自だからそれで分の軸がぶれてるな。そうそれで瞑想とかしてあーまたニュートラルに戻ってまたスタートとかするとあー物事がこう狂わない。大事だよね。なんか私的には私も瞑想とかするんだけどさ、なんかそのブレるブレないの感覚ってちょっとあるのかなって今思ったんだけど、はいはい私的にはなんかこう頭を使ってるか心を感じてるかみたいなあーなるほどの違い確かに確かにになるのかなって今思ってて。そうですよね、きっなんかとね。めっちゃ忙しい時とかいろんな人とこうコミュニケーション取ったりこういろんなことが起こってる時ってずっとここになってしまいがちだったりして、なるほど私の場合はなるほど。でもその瞑想とかでちょっとこう体に目を向けたりこう落とし込んで神経を向けたりとか、ね、心に向けたりすることで落ち着いたりして、うん冷静に、まあ、考えれたりとか疲れを取りたい時とかも、まあ、それが一個の方だったりするんだけど、間違いない。そうまあだからねだから人それぞれなんかそうやってそうですよね、やっぱいろんな世界があるのかなって今なんか勉強すればするほど自分に当てはまるものが見えてくるじゃないですか。そうそうそうだからねそれを信じるといいと思いますけどね。で実践騙されたと思ってやってみると結構効果あったりするじゃないですか。だからそれはすごい俺は大事かなと思うんですけどね。ね自分で自分の機嫌を取らなきゃいけないから。間違いない。だからなんか面白そうだなって調べて話聞いて騙されたと思ってやると、これいいねってなったりするじゃないですか。なんか誰かが言ってたことに自分がその興味があってやってみようと思ってそれがまあいい方向になんかこうウォークアウトしたとしてかといってその人を別になんか完全に先生にする必要はないと思うし、俺もないと思います。そこからねヒントを得たと思って自分は自分でその道を探っていく方法がいいんだろうなって最近なんかこう絶対そうですね。間違いないかも。確かにそうですよね。なんか日本の文化もそうですけど先生が100正しいみたいな文化がありすぎちゃって、みんなが盲目になってきてる部分ありますよね。自分で考える前に先生に聞けばいいみたいな部分が。特に周りが同じようにしてたらね特にそうですね。みんなでこう先生がってなってると、先生が言ったことでもみんなそれこそ振り子がブンブン振り始めちゃうじゃないですか。ああもう先生にああ言われたからこう言われたから、だけど本当はもしかしたら正解をしてるかもしれない、正解をもうやってるけど先生がそれを嫌いなだけとか、だから自分でこのバロメーターを持つって大事ですよね。自分でそういうアドバイスをくれるなんか先生とか師匠とか、まあ、いろんな人親とかいろいろいるかもしれないけどその人たちも一応人間やからそうなんですよね。完璧なわけではないと思うから、その人たちもその人の経験から考え方から良かれと思ってアドバイスを言ってくれたりとかこうしなさいとかこうした方がいいよって言ってくれるけどねやっぱそれだけが全てじゃないっていうかそうですよね、結局やるのは自分だし、決めるのは自分だし、それをジャッジするのも自分なんで、やっぱり自分でこう考えて自分でやりたいことをやってっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思いますけどね。分かんないけどでもなんかそういう風に生きてるんだろうなってめっちゃ俺納得ただの自由人なだけですけどね俺はちょっとミュージックの話にちょっと戻りたいんだけど、はいはい、音楽作る時になんか気をつけてることとかこういう音楽作りたいとかあったりする？ああなるほどね。音楽か。俺はジャンルにこだわったりするのがあんまり好きじゃなくて、こういうジャンルの音楽しか聴かないとか、こういうジャンルの音楽しか作らないみたいなのは、できるだけ俺は避けたくて、ヒップホップが好きなんですけど、俺のアルバムとかをこう聴いてもらえれば分かるんですけど本当に J-POP だったり普通にポップだったり、いろんなジャンルの音楽を作る1個のアルバムに載せるようにしてます毎回。だから偏らないようにどんな人でも聴きやすく、どんな人にもこう届くような
ジャンルにしてるのと、うんあとはできるだけただの音楽っていうよりかはなんだろう、人のをチェアアップしたくて、例えば、うんね、本当に何かきっかけになってほしいっていうので音楽を作ってるんで、そのポジティブになるきっかけだったりとか、別にネガティブになりたい時のきっかけでも何でもいいけど、なんか聞いて面白いな、なんかちょっと楽になったなみたいなのを想像しながら音楽は作ってますね。この聴いてる人がこう楽になるって言い方おかしいけど、アドバイスじゃないけど元気になるような、いらないことを忘れれるようなみたいな感じでやってますけどね。それは気をつけてます絶対。なるほど。日本語でも英語でも作ってる？そうです。今ポルトガル語、日本語、英語をもう全部ミックスして、そうで今できるだけこう分かりやすくパートごとに分けたりとか、あとはひどい歌の時はもう全部、もう混ぜ混ぜみたいな時もあるんですけど、そのリズムをとかそういうのでこう聞いてもらえたらなと思いますけどね。すごく力は入れてるんですけど。そのメッセージを込める時っていうのはなんか自分の経験から学んだことを入れたりとか、そうですね。そうですね。俺はそうだな、俺結構その時の俺の人生で起こってる場面についての音楽を作ることが多いんですよ。でその場面なんか俺人生って映画みたいだと思ってて、その1章2章みたいな感じで俺勝手に自分の人生つけてるんですけど、そのわけわかんないけどね、その1章2章のその節目節目に音楽がいつもできるんですよ。作ろうと思って作るんじゃなくて、音楽今作ったらおもろそうだなみたいなので、ヘッドホンつけてビートとか探してやるとちょうどそのショーのエンディングみたいな音楽ができるんですよ。すごい。だからなるほどみたいな、多分これで次のショー入るんだな、みたいなので音楽ができるんで、なんかこうメッセージ性がわかんないですね。勝手に俺の人生で俺が納得したものをこうまとめて音楽にしてるんで、それがどういうふうに人に伝わるかはわからないけど、そういう感じでやってますね。誰かには伝わってるんだよね。だと信じてる。だと信じてる。私も YouTube で動画作ったりとか、このポッドキャストもそうなんだけど、なんかこうメッセージを届くべき人に届いたらいいなっていう思いがすごい強いんだけど、それがさ、もちろんね多半数の人に届くわけではないわけさ。間違いない。でもそこに誰か一切すればなんかそれでいいんじゃないかなっていう。いや本当そうですね。ね、俺本当そうだと思います。みんないろんな意見あるし、いろんな人生を送ってるからこう全く響かない人もいて普通なわけだし、ね。やっぱ100人全員に好かれることは不可能だと思うんで、その中でも自分の味方になる人をね一人でも多く作れたらもうそれで勝ちなんじゃないですか。もうすごく自分も助かるし、その人たちも助けれるし、それは俺はアーティストの特権だと思いますね。やっぱね。やっぱ人の気持ちを動かせるっていうのはすごいことじゃないですか。さっきの振り子じゃないけど、人の振り子をこうね、いい方向に悪い方向に動かせちゃうからこそ、あると思う。責任がありますよね。やっぱね、我々の仕事には。ちょっと最後に聞こうかなって今思ったのが、例えば日本にいる人たちでやりたいことを本当はこれがしたいんだけどなっていうのがあるけど、学校がとか親がこう言うからとか仕事がこうどうのこうのだからとかいうのでできてない人ってやっぱりいたりすると思うんだよね。なんかそういう人に対してなんかこうアドバイスじゃないけどなんかこう伝えれることとかってあったりする？ゆうくんなりに。俺なりに？いや本当に俺はそんなことねこうなんかアドバイスをするような人間ではないですけど、だけどやっぱりできない理由があるのって多分自分でその理由を作ってると思うんですよね、どっか。その本当に厳しい環境にいる人とかもいるだろうし難しいのは分かるんですけど、やっぱりそれでもやるっていう覚悟を決めていくのか、やらないのかって自分次第じゃないですか。だから本当に自分との戦いだと俺は思うんで、全て。だその踏み出してみるとなんとかいくもんだと思うんで、俺は生きてればなんとかなるからそうですね。本当に
ちゃんと生きてればうんなんとかなるもんだから、うんどっか特に日本にいる人だったら、うん日本って多分よっぽどなことがない限りじゃあ食べるものもなくてみたいな家庭間違いはない。本当に素晴らしい国だと思うんで、間違いない。我々はやりたいことを全てやるべきだと俺は思うんですよね、日本人として。他の国に住んでる人たちができない分、我々はその特権をフルに使ってこの世を去らなきゃいけない、それが我々の使命だと思うんですよ、俺は勝手にね、日本人だとして、だからやった方がいいと思いますけどね。でやってみて、ハンターハンターで一つ俺心に刺さった言葉があって、何かやりたいってものができて、それに踏み出すか怖いけど、踏み出して進み始めた時に、そのゴールを目指してるはずなのに、ゴールより大切なものが集まってくるっていう言葉が俺すげえ響いて、多分そこのゴールに行くのが怖いから行かないけど、そのゴールに行くっていうステップを踏み込んだ瞬間にもうとてつもなく、例えば仲間だったりとか経験だったりとか、なんかこういろんなものがアチーブできるじゃないですか。もうそんなのゴールの100倍大事だからだからゴールなんかに恐れてる暇があったら俺は進んでみて、そのなんだろう、マリオとかでいうもうほんとコインですよね。もう本当に大切なものをいっぱい転がってるから、それを俺は楽しんでほしいと思いますけどね。いや間違いない。そこが大事なんじゃないかなと。わかんないけど。なんかプロセスが大事。結果よりそうですね。経過。そう経過がね。なんかというかゴールなんか多分パッてできちゃうじゃないですか、いつか。そこに向かってるんだから。できないわけがないんですよ。だからそこにパッて到達した時に振り返って一番多分フォーカスするのって、周りにどれだけ人がいて、どういうことを自分がやってきて、ああ本当に俺っていろいろやってきたなとか、ああ本当にみんな俺のこと信用してくれてるなとか、そういうところが大事だから、周りに感謝したり、自分を自分で称賛したり。そうですね。だからショートカットとかじゃなくて、そこに行くその道自体がすごく大事なんじゃないかなと俺は思いますけどね。私もそう思います。わかんないけど、ありがとう。正しいのかわからないけどと思います。ねえ、素晴らしい。ちょっとじゃあ名残惜しいんですが、そろそろ締めないといけないお時間になってきました。最後に今聞いてる人たちがゆうくんをオンラインで探せるなんかソーシャルメディアとかなんかシェアできるものがあったらお願いします。インスタもしよかったらインスタグラム YU_VITOR_LA アクターみたいな、ユーヴィトーってサイトで検索すれば多分俺のウェブサイトとかも出てくるんで、YUVITOR で音楽とかにも飛べるようになってるし、俳優のやったショートフィルムとかそういうのにも飛べるようになってますし、あと武術の俺の先生のわけわかんない動きとか、俺のわけわかんない動きとか出てくると思いますが、パーソナルトレーニングもしてる、はい、一応、個人レッスンとかも武術で、もしそういうちょっとわけわかんない世界に触れてみたいとかいう人がいたらやってる技術は本物なので、本当に本物なので、俺の先生とかのそういうねヒストリーを見てみればもらえばわかると思うんですけど、本当に本物の技術なのは間違いない。ただそれをこう教えてるやつがふざけてるだけなので、技術は本物です。技術は本物なんで。めちゃめちゃ面白い。よろしくお願いします。今後も。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたもう一回第2回できたらいいです。はい、ぜひ呼んでください。ぜひぜひ楽しかったです。ぺちゃくちゃ喋っちゃってすみません。はい、ありがとう。どのカメラに言えばいいかわかんないけど。